最近なんか不安じゃない？ずーっと世の中先が見えないような不安ってない？なんかこれ私だけかな。なんかいよいよ私会社の固定月収もなくなったし、自分の財布から保険とか年金とか支払わなきゃいけないから、いよいよ実感してきたのかもしんないけど、いやでもさ、私個人の環境もそういうバタバタもあるけど、外のニュースもめっちゃ不穏な感じで、世の中全部不安みたいな。きっとなんかみんな言葉にできない不安ってあると思うんだよね。感じてると思うんだよね、不安を。今のこの世の中に生きてるとね。だからカメラ回してます。いや、うちで言うとね、最近本当に双子が活発になってきてんのよ。男の子の育児の大変さ、過酷さっていうのをめちゃくちゃ身に染みるようになってきてて、最近体力もすごいし、うるさいし、あとは長女がめっちゃ食べんのよ。食欲旺盛で大人並みに食べんの。だからそういうのを考えると、自分の体力の不安っていうのもあるし、家計の心配もあるし、子供たちをちゃんと育てられるのかなっていう不安がなんかめっちゃあって、でそういううちの家庭独自の不安、個人的な不安もあるけど、 SNS を開くと誰かの悲しみとか怒りとかそういうものが流れてきたりとか、しかもニュースをつけたら戦争の話とかしてるじゃん。最近のさ、ホルムズ海峡のニュースだって石油の話とかしてるでしょ。まあ専門家とかは1年ぐらいは大丈夫ですみたいな話があったりするけど、じゃあ1年後どうなるのとかね、石油が止まったらどうなるの、物流が止まったらどうなるのってすごい深刻な話じゃん。周りの友達ってこういう話する人いないし、 SNS でもそういうことを言ってる人はいない。これについて話してる人っていなくって、不安になってんの私だけみたいなね、孤独感もあったりとか。でもさ、多分みんな感じてるよね、言わないだけで。だって結構この最近の世の中の感じ激動じゃない？みんな大丈夫？ついてきてる？いや、そりゃ不安になるよなって思う。不安になって当然だと思うぐらい世の中が激動だと思う。みんなさ、具体的にさ、何が不安？もう不安ある前提で話しかけてるけど、何が不安？やっぱお金のこと？それとも子供の将来のこととかも不安だよね。あと健康のこととかも。あと子供が体調崩したりすると不安になるよね。これなんかすごい重症化するんじゃないかとか、治らなかったらどうしようとかね。家のことだったりとか、自分の仕事のことだったりとかで、さらにそれに外のニュースが追い打ちかけてくる感じで、例えば戦争の話だったら子供の未来が不安になるわけじゃん。で、物価の話、物価高ですなんつって、止まらない物価高、どんどん物価が上がってきますみたいなの見るとさ、トイレットペーパー買えなくなったらどうしようとか、洗剤買えなくなったらどうしようとか、今日の献立どうしようとかなるわけじゃん。で、円安ですっていうニュース見ても自分たちの老後のお金の心配になったりとか、子供たちを海外旅行に連れていけないなとかさ、 AI の話にしたって子供の将来の世界ってどうなってんだろう、子供たちの仕事ってどうなるんだろうとかって思うわけよね。って考えると、世界と家庭、自分たちってやっぱりつながってるんだよね。分けられない。自分がいつも思ってる不安っていうのが外のニュースでより大きくさせられちゃってるんだよね。あとね、やっぱ思うのが、寝不足ほんとダメ。寝不足はほんとダメ。寝てない時大抵ネガティブになるし、考えがまとまらないから、睡眠ほんと大事と思う。あと、なんか不安だなとか、なんかネガティブになっちゃうなとか、泣きたい気分になるな、気分が上がらないなっていう時、大抵生理前だったりとか、体調崩す前だったりするわけ。ほんと人間だよね。人間なのよ、結局。心と体って本当につながってんだなっていうのをさ、年取ってから実感するわ、本当。体大切。健康第一です。で、それで言うとさ、私さ、最近、貧血とさ、高血圧で病院に通院し始めたわけ。疲れやすいしさ、階段なんか上がれないし、病気かもしんないし、もうなんか年のせいかもしんないしと思いながら病院行ったらさ、鉄不足だったわけよ。でこれが解決できると体に元気が戻ってくるっていうか、息切れもしなくなるよって言われて、もう驚いたもんね。なんか私が弱いんじゃなくて、なんか体の SOS だったんだみたいなことって結構あんのよ。だから不安イコール現実じゃない場合もある。ただの体力の残量ゼロっていうこともあったりするから、これはね、40過ぎてから知りました。はい。なんかさ、思い出したんだけどね、私が中学生ぐらいの頃にオウム事件があったわけよ。オウム真理教の事件、地下鉄サリン事件とかさ、あった時があって、
その時にね、うちの母親がなんか最近世の中がわけわかんない、気持ち悪い、変な感じする世の中が嫌だって言ってたの。うちの母親も同じように不安に思ってたのよ当時。それを考えるとね、人類の歴史上やっぱり安心安全、ずっと確実に安心みたいな時代っておそらくなくて、どんな時代の母親たちも戦争だったり震災だったりとか時代のいろいろな流れに頑張って家族を守る、子供を守るっていうことをしてきたんだと思う。いつの時代も母親たちはそうだったんだと思う。やっぱり守らなきゃいけないものがあるからだよね。でもここ最近の世の中のこの変化のスピードはもうえげつないと思うけどね。もう人類史上こんなに素早い変化を求められる時代ってないんじゃないかっていうぐらい。もしかして不安ってもう致し方ないことですか？知ってた？みんなもう仕方ないらしいです、我々が不安になるのは。ってことはよ、つうことはよ、逃れられないんだったらもうそのまま受け入れて目の前の一歩をやるしかないよね。今日一日のことをやればいい。今日このご飯だけ作ればいい。今日目の前の子供の笑顔だけ見れればそれでいい。今日目の前のケーキが美味しかった、それでいい。まずそれでいい。あとね、今から大事なこと言います。私が40年以上生きてて知った真理、皆さんに特別にお伝えします。見えないものって怖いの、不安になるの。人は得体の知れないものって怖いわけよ。お化けと一緒だけどね、これを直視してみるわけ。いろんな方向から見てみるわけ。上から見たり下から見たり。それを頑張って見てみると不安じゃなくって解決するべき課題に変わるの。恐怖不安は見るとなくなるの。不安じゃなくなるの。乗り越えるべき問題に変わるともうあとは進めるんだよね。進むだけなの。私天才。世紀の大発見。そうなの、本当にそうなんだよ。だから大丈夫。未来はね、案外明るいかも。今日もお疲れ様。また話しましょう。